皆様こんにちは。今日は2回目です。実は私パリに住んでなんともう26年目になってしまいました。30歳から住み始めて3月に56歳になったので26年です。長いのか短いのかよくわからないけれども、ほぼ人生の半分近くをもうパリに住んでいるので、大変だったこととか楽しかったこととか海外あるあるも含めて、今日はお話ししたいと思います。本当に多くの女性にとってはフランスとかパリでの生活ってなんかもうキラキラしていて憧れの世界だと思うんですけれども、現実全然違うんですよ。本当にたくましくないと生きていけないというか、そんなことも含めて今日はちょっとお話ししてみたいと思います。じゃあまずフランス移住のきっかけ教えていただいてもいいですか？フランス移住のきっかけは、夫ともう付き合っていて、で彼が当時1年間東京に住んでいて、ある時はもうフランスに戻んなきゃいけなくなっちゃったって、一緒に来るって言われて、行ってみようかなって言ってきたのがきっかけです。でもその前に私会社員だったんですけれども、実はその3月に会社を退社していて、で彼が戻んなきゃいけないってアナウンスされたのが確か5月とか6月です。もし当時私がそのまま会社勤めをしていたら、やっぱり行ってみようかなっていう決断にはならなかったし、もちろんそういうふうにするためのいろんな準備があったと思うんですけれども、たまたま本当に全く夫のことと関係なく会社を退社していて、行ってみても、なんかいいかもってちょっと面白そうかなっていう本当に軽いノリで来たのが移住のきっかけです。だから何にも憧れとか本当に申し訳ないんですけどなく、好きです。大好きだったし、毎年でもフランス、毎年でもパリには訪れたかったけれども、別に住むとかフランス人と結婚するなんていうのはもうゼロ、日本人と結婚すると思ってたし、だからゼロゼロゼロの中でのスタートでした。多分お互いに長く一緒にいることになるだろうなという感覚はあったけれども、それになんかお互いが縛られて身動き取れなくなってしまうのではなく、なんかもうちょっと自由だったかなと、そういうイメージがその当時皆さんなかったみたいなんですけれど、夫もそんなに収入があったわけではないので、やっぱり一緒に住むってなった時に、申し訳ないんだけど僕はそんなに収入がないから、僕の収入でもちろんエリコを来てもらって一緒に住んで守ってあげることはできるけれども、多分いろいろと楽しめることが少なくなってしまう。もし可能だったらば半分にすることは可能って聞かれたから、全然いいよって、私も仕事をしているし、今後も続けるつもりだし、彼に全て守ってもらいたいとかそういうものでもなかったので、当時私は割り勘カップルって言ってたんだけど、本当に割り勘で2人で全くハーフハーフで全てを。意外です。でもすごい素敵な。でも意外でしょ。だから現代っぽいですね。そう、多分、1999年とか2000年だと意外とあまりないパターンで、私がそういう話するとみんなが「とか「何半分なの?」とかって言われたけれども、今だったらば、そういうスタイルというのが当たり前だとかおかしいとか考えることなく、もうそういう自然にみんなそうなってるのかなとも思うんですけれども、でもなかなかやっぱりそれは大変で、東京にいて仕事を今までのようにしながらのなんていうのかな、割り勘カップルであるのと、やっぱり場所をフランスに移してで仕事を続けていくっていうのはなかなか距離もあったり。いろんなこともあって、精神的というよりも体力的にきついことはあったかな。なんといってもフランス語できませんでした。本当にアベセでアンドゥトワキャっていうところからスタートするという、本当に初心者のクラスに入って勉強をしたりっていう。こちらに移られてから、一から勉強。そうです。だから30歳になって、その当時って私ありがたいことに日本のテレビのレギュラーがあったりをしたので、
日本にいる時間も多くて、実は1週間ごとに取れる学校があったんです。1週間行っては 2,3 週間東京とか、また帰ってきて今回2週間いられるとかっていう中で、だから進んでは戻りっていうのをほぼ1年繰り返しました。だいぶハードスケジュールですね。結果的にやっぱりそのレギュラーをごめんなさいってちょっとやっぱり結婚をすることになったというのもあるんだけれども、体力的にきつくなってしまって、30歳といえども本当に月に2回とか時には3回日仏往復するとかで、日本にいる時も仕事をして帰ってきたら学校に行ってもう頭から湯気が出ながらというのはすごくきつくて、もう最後の方はこう寝てて起きるとどこに自分がいるのかがわからないパニック、収録に遅れるとか、飛行機に遅れるとか、あとはだんだんたまたま乗りたかったエアに予約がいっぱいだっただけなのに、このエア会社に嫌われちゃったかもしれないとか、こうちょっとこうネガティブになっていって、でそういうこともあって、これリセットしないと良くないっていうところで、そう1年でちょっとそういうハードなのは一旦お休みさせていただいて、で夫からもプロポーズをされて、じゃあ結婚をするということで準備をスタートしたっていう。そうなんですね。結婚したのが2001年なんですけれども、そこからは本格的って言ってもやっぱり子供2人目出産後ぐらいまでは、2008年とか9年ぐらいまでは結構行ったり来たり、年に 3,4 回とかは、しつつという。でも結局結婚を決めて、ある程度こうパリにいて、じゃあフランス語の勉強もちょっとちゃんとやろうって決めた時ぐらいからフランス語のレベルはちょっとずつ上がってって、生活の中でもこう戸惑うけれどもなんとか対応できるような、そこまでにはなったので、生活自体には困らなくなったんですけれども。いいですね。一時頑張って学校にも行けるようになった時、1日6時間行って家に帰って3時間もうこれよこれ、ここの取ってあるこの苦労の賜物、これ全部これ単語帳で家に帰ってきて清書したから、もう学校はもうついてくの必死だから、こうレポート用紙っていうか、そういうノートにバーってこう書いて、で先生が言った言葉もフランス語はわからないから、そのカタカナで書いて、家に帰ってきて全部辞書で、多分これは生から始まるんだなって言って、コンスタンスとか何とかあったら、じゃあ生王だとかって言って調べて、ここに書いて覚えるという、人生でこんなに勉強したことがないというぐらい。それぐらい繰り返し覚えないと身につかないですよね。30という年齢を言い訳にはしたくなかったけれども、やっぱり学校に行っていた時に初心者のクラスでもクラス20人ぐらいいると、20人のうち17人はもう10代後半とか20代前半のスペイン人とかドイツ人とか、あそこそアメリカ人とかのなんか学生さんがちょっとお休みの間に来てたりとかしてて、で残りの3人がなんか70過ぎのおじいちゃまがいらしてとか、私がいて、もう一人ぐらいがちょっとやっぱりマダムがいてみたいな感じなので、全くその頭の回転の速さというか、あと物おじしない感じが全然違うんですよ。違いますね。特にその一人だけ日本人で、しかも30代でちゃんとやらなきゃ、ちゃんと答えなきゃと思うと、それを準備してる間に他の子たちがどんどん答えてて、なんか私だけとにかくみんなの会話をカタカナで聞いた音で書くとか、なんか置いてかれてる感じ、なんかいつも席も一番目立たない、一番後ろに座ってもひっそりだったけど、そう本当に大変でした。もうこのノートが物語ってるというか、でもノートだけは必死にきれいに後で読み返しても使えるようにと思って書いてたんですけど、なんかね、一人すごい嫌な先生がいて、ミッシェルっていう男性の意外と45歳ぐらいだったんじゃないかな、そのクラスのドイツ人の女の子たちの集団をやたらとこう いじるの。でも可愛いから、で反応があるし、その子たちばっかりにこう質問をして、でその子たちはもう動じないでも答えるわけで、私とかもう余計になんか完全に外されてると思い、うわすっごい疎外感と思って、本当に悲しくって、でもしょうがないな、自分がなんかこう
もっと積極的に行かなきゃいけないのに行ってないからと思ってたんですけど、ある時私の阻害されてるっていうふてくされてる感じを感じ取ったのがミシェルが「クソババア!」とかっていきなり本当に日本語で私に言ったのね。で「えって言ってみんなも「ねえりこそれはどういう意味なの?」とか「いやクソババはどういう意味もフランス語でなんていうの言葉があるのかなそんな言葉」と思いながら、でそしたらその先生が「いや僕日本人の友達がいてそいつがクソババっていうのを教えてくれたんだ」っていうか「いやなんていう友達だろう」と思って、でもそうやって言われた時に、私の中ではだから一生懸命その言葉ってすごい失礼な言葉だし、やっぱり使うべきじゃないと思いますって言い返して、でそれがきっかけでこいつちゃんと反応するんじゃんみたいな感じで、そこから先生もなんかちょくちょく質問してくださるようになって、で質問されるとやっぱり答えなきゃと思うから下手でも答えるんですよ。でそうするとちゃんとキャッチボールができるようになって、そこからまたさらにガンと自分でも分かるくらいステップアップしてって、最後私は本当ミッシェル大好きで、やっぱりどうしても日本人って多分今も昔も変わらず、やっぱりみんな語学学校であろうと学校の授業であろうと、きちんとしなきゃっていうそれは正しいことなんだけれども、それが強すぎて、これを言ったら多分文法が違うとかこの単語違うかもと思うと声が出なくなっちゃう。でそうするとこの人勉強しに来てんのかなとか、そういうふうに多分先生も思ってしまって、だったらほっとこうってなるけれども、やっぱり反応する、間違ってても「そうじゃないんだよ」とか「R はもっとハッてやるんだよ」とかってどんどん言ってくれれば、こっちも一緒にそれに応えようとするし、そうすると周りの人たちも興味も持ってくれるし、なんかいろんな話ができるようになってって、すごくやっぱり語学学校で過ごした時間って、今まで日本で教育を受けてきて、自分はそこそこちゃんと勉強もしてきたと思っていたけれども、一回バサッともう本当地面まで叩き落とされて、でも自分は何者でもないし、まだまだやっぱこの国では赤ちゃんみたいなもんなんだって思って頑張って這い上がってくるというか。そうですよね。やっぱりフランス人の夫はじめ夫の友人たちに言われたのが、僕たちだったらばこんな全く言葉の違う国にいきなり行って、その仕事とか、何かそういうことがあるならばまた別なんだけれども、行ってその国の言葉を勉強しようなんてもう今更、だし、やっぱりそこに入っていくのも怖いし、でも君はそれをやってるじゃんって、例えばなかなか全ての会話が理解できなくても、でもこうやってディナーに来たり、みんなについてこうって必死にやってるじゃんって、それはやっぱり素晴らしいことだよねって、いや僕たちにはできないよって言われた時に、私結構すごいんだと思って、この国で生きていくためには、もちろん多分今の時代だと結構みんな、英語を話すからなんとかやっていけるかもしれないけれども、やっぱりこの国に住んだ以上この国の言葉を話すべきだと思うし、そうじゃないとやっぱり伝わらないちょっとしたニュアンスとかってあるので、その国の文化じゃないですか、言葉って。だからそれを一生懸命学んでるんですっていうのを見せると、みんなすごい喜んでくれるので、そういう意味では本当にちょうど住み始めて3年目ぐらいから随分耳も理解力が高まって出てくのも楽しくなったというか、本当海外に住むのってその国の言葉ができると世界がやっぱすごく広がりますね。そうですね。もう挨拶だけでも表情変わりますしね。言葉はね、もう大変です。未だに大変です。本当に幸い人種差別じゃないけれども、私は嫌な思いをしたことがなくって、すごく日本とか日本人に対してリスペクトの気持ちを持ってくださっている方たちと関わることが多かったから、そういう意味では恵まれてたかなと思うんですね。それもあるし、あとは女性っていうことで考えると、もしかしたらフランスの方が比較をした時に日本よりも女性がもっと自由でいられるのかなという気はします。だからさっきのお話じゃないけど、自分の意見をきちんと言えるし、言ってそれを否定されるのではなくて、みんなやっぱりそのディスカッションが好きだから、女性男性関係なく
いろんな話ができる。私日本にいた時とかは、はい、やっぱりこう人と違う意見を言うと「なんで?」とかって言われると「いやなんで?」って言っても私はものの見方がたまたま違うだけで、別にどちらがいい悪いではなくて、私はこう思うんだけれども皆さんはそうなんですねっていうだけのことなんですけれども、そこでこうなんとなく会話がうまくこういかなくなっちゃうこととか経験したこともあって、でも逆にこちらは反対で「私それ違うと思うんだけど」って言うと「なんで違うと思うの?」って「聞かせて聞かせて」って言われて「こういう理由でそれは違うと思った、面白いねその意見」とか、コミュニケーションが本当に取れる。あと相手が日本人だとか女性だとかっていうこと関係なく、やっぱりちゃんと一人の人としてあなたの意見は聞きますよってこうみんながこう聞いてくれるのはすごく素晴らしいなと思って、なのでうちの家族に言わせると「エリコおしゃべりになったわね」なんか前は全然あまりこう人前に出てしゃべるとか自分の意見をこう言うタイプじゃなかったんですよ。だからちょっとその割にはそういう職業に行っちゃったんですけど、こちらに来てからは意見を言わなきゃいけないし、なんか黙ってると何も考えてない人みたいに思われるから「いやそんなことない」って「私もちゃんと考えてる」と思うと、拙いフランス語でもちゃんとこう「ウィーノン」とか「ノンならなぜノンなのか」っていうのをこう習慣化されて、本当にこの26年で自分でも随分喋るようになったなっていうか、思ったことは口にするようになったなと思います。女性に対しても優しいというかケアが多いですよね。国としての制度としても、例えば妊婦さんとかに対しての産後のケアとかも含めて整っていると思いますし、あと女性の職業の復帰とかも、例えば産休を取った後にきちんとやっぱり元のポジションというか元の場所に戻るということが当然、会社として「いや君子供いるからもうちょっとこっちのセクションに」とかっていうことは一切できない。だから必ずそこの元いたところに戻れるとか、子育てとかいうことに関しても、日本ではイクメン、育児をするとかをすごいこうなんか素晴らしいみたいに言うけれども、すごくそれは当たり前のことであって、例えば奥様が専業主婦でお家のことをやってたとしても、やっぱり大変なんだから、お互いができることをやるのが当然で、なんかこう育児に関わる人が素晴らしいみたいななんか持ち上げ方とかはちょっと行き過ぎかなとか思うんですね。で例えばこちらだと、私も今もう学校の送迎はもうしなくてよくなったんですけれども、もうトータルでいうと14年間ぐらいずっと長女から次女まで送迎をし続けたので、そうするともう半分まではいかないかもしれないけど、やっぱり朝幼稚園とか小学校に連れてくる男性の割合がとても高いんですね。お迎えはさすがにやっぱり4時半とかだと減るんですけれども、でもいつも男性の姿をすごく見るんですよ。だからパリとかだとさらに働いている女性の割合も高くなるから、やっぱり今日は、ね、男性の方が早くちょっと出勤時間をずらせるとか、日本とフランスでは子育てのあり方とか変わってるんですかね。多分すっごく違うと思います。だから日本の学校の教育現場とか日本の子育ての素晴らしさもたくさんあるし、この欧米の子育ての素晴らしさもいっぱいあるので、自分が良いと思う方法を子どもたちにしてきたので、両方ともいいんだけれども、私自身の子育ては完全にフランスでしてきたので、すごく良かったし、送迎とかは大変だったんですけど、そう絶対送迎はしなきゃいけないですし、そういうのの大変さはあったけど、友人たちとかも見てた時にやっぱりすごくママがやらなきゃいけないことがたくさんあって大変だなって思ってたんですけど、こちらはそういうことがあまりなかったので、やりたい人がやるっていう、治安とかはこう最近いろんなことが起きてるとはいえ、それでもこの世界でトップレベルのやっぱり安全な国にいる日本から来ると、やっぱりいろんな意味ですごく緊張感を持って生活をしなきゃいけないし、それは26年経った今でもすごくそれは思って、それでも詐欺っぽいのに引っかかっちゃったりとか、ちょっとこう気が緩むとやっぱりやらかしてしまうので、常に緊張感を持ってますね。でもそれは多分日本人に限らずフランス人もみんなそうなんですけど、観光で来てても、
せっかくだったら本当に楽しい思い出だけで帰ってもらいたいので、ちょっと緊張感を持ってこう人混みに行く時とか、携帯気をつけるとか。私本が大好きなので、絶対本を持ってメトロ乗るんですけど、もう本を読むとか携帯に触るっていうのはもう絶対に席に座った時だけって決めて、もうそれ以外の時は絶対何があってもなんか電話が鳴ってると思っても絶対バッグを開けないとか、すごいやっぱり意識しないと本当にプロなので、それこそ一回携帯を取られた時は追いかけて3人の女の子で1人の子ガッと捕まえたら2人は逃げちゃったけども、その子を警察まで連れてって、連れてたんですか？でもポリスにマダムとかってあなたの行動はすごい勇敢ですと。でも、残念ながら彼女たちは持ってなかったってことは、多分お店を出た時にもうボスがいてボスに渡してるって、多分そのボスは私が追いかけて捕まえたところも見てる、でそうすると今回無事だったけどやっぱあなたのそのいわゆる身に何かがその来て殴られる、刺されるとかっていう、本当に携帯一つのことでそういうことが起こるから、今度もしあったら追いかけないでください。これからねパリに来たい方を怖がらせるわけではないんだけれども、自分の意識をちゃんと持つことと、最大限注意をすることとっていう、一ついいね、ある時自分のこのねお家の前の通りをこういろんな買い出しをしてこうたくさん持って車から降りて歩いてたら、男性に声をかけられたんですよ。マダム手伝いますよ、そこに住んでるんでしょっていうから、なんで知ってんだろうと思ったけど、私いつもたくさん買い物するの慣れてるから大丈夫ですって言って歩いてたら、僕はそばの会社に勤めてるんだけど、この通りに通勤するようになってから、会社に来る楽しみが増えました、あなたのおかげでって言われて、とかって言って、あなたいつも歩いてる時に楽しそうに歩いていて、なんかそれを見ているのがすごく楽しくって、ありがとうって言われて、ってでもそれだけなの。じゃあ電話番号とか、じゃあお茶とかじゃなくって、これナンパじゃないけれども、私多分これ一生忘れないと思って、とってもスマートですね。その後にまた別にこうリブレゾンって言ってスーパーマーケットの配達を頼んだのね。でそうすると当然配達の方と連絡を取り合うこともあるから、電話番号を登録しなきゃいけないので、私の電話番号はその当然配達員の方はその書類の中に、で配達の男の子が来てくれて、若い子で荷物を置いてくれて、ありがとうございましたってでボンジョルネって言って彼は帰ったんだけど、その直後に電話が鳴ったの、でも知らない番号だったから出ないどこうと。ただ私ちょっとしてまた同じ番号からかかってきたから、なんかあるのかなと思って出たら、まだすいませんって間違えましたっていうの、大丈夫ですよって言ったら、僕さっき配達したものです。マダム一言言っていいですかって言って、ブゼトレエレゴンだから、あなたはとてもエレガントでしたと。でもし今度一人でお酒を飲むようなことがあって、誰か相手が欲しいと思ったら呼んでくださいって、僕いつでも来ますよって言われて、もしその後にその人が例えば何度もかけてきたりとかしたらやっぱり怖いんだけれども、それだけだったの。それっきりだったんですか？すごく気持ちがよくないとか、私だけかな、なんかでも言われてみたいですね。なんかすごくこんなこと嬉しいなっていう、私の訳し方が上手じゃないんだけれど、詩的というか、本当にもっとこうロマンティックな言い方なんですね。そういうのもなんかこう素敵だなと思って。なんかフランス移住考えてる人へのアドバイスとか何でしょう？私自身は別にはっきり言ってしまうとフランスに住むことに憧れてたわけでもないし、住みたいと思ってたわけでもなく、この流れの中で今ここに至ってるという、その変な憧れとかお姫様みたいなこうキラキラしたものを思い描いてなかったから、すごく現実を本当にスポンジのようにこうなんだこうなんだって全て受け入れられたんですよ。理想と現実は違うし、やっぱり現実って本当に結構厳しいことがいっぱいあるっていうのをどっかにこうポンとこう入れとくだけで、じゃないとフランス人男性って素敵なのとか、カフェってこんなところなのって、いやカフェのテラス席はまさにもう一番スリに出会うところだから気をつけてください、それが現実じゃないですか。だから夢見たり憧れるっていうのはとても大切なことだし、すごい素敵なことだし、それがこうなんか
学ぶ力になったり、頑張れることにつながるんだけれども、やっぱり海外は甘くないっていう部分で、現実をこう見る目とか心とか頭を持ってた方がいいと思う。そうすると私自身がそうだったけれども、身の前で起こること、いろんなことがショックだったりするけど、じゃあ今度はこうやって対処しよう、こういう人に会ったらこうやって言い返そうとか、こういうことがあったらもう気にするのはやめようとか、なんかだんだんこううまく対処していく、こういろんなやり方が自分の中にできるので、そうするとこう傷つくことも、傷が浅く済む。だってやっぱり嫌なことあるじゃないですか。そうですよね。だからやっぱり現実を知るという、そこはこうじっと目を開けてやっぱり見るというのはすごく大事かなというふうには思います。26年のパリ生活をちょっと振り返ってみましたが、なんかただベラベラ喋っただけになってしまいました。すいません。でもいかがでしたか？ちょっとでも皆さんがこれからもし訪れる機会があった時に参考になったら嬉しいなと思っています。もしご質問とかあればまたぜひいただけたら嬉しいです。またこれから先の YouTube できっとお返事することができると思うし、またそれをこう企画に組み入れて考えていきたいなと思っています。今日はご覧いただきありがとうございました。そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。